皆さんこんにちは、書道家の平大我です。今回の動画は字が汚い人がすぐに使える美文字テクニック10選というテーマでお話をしていきたいと思います。すぐに使えるというところが非常にポイントとなっておりまして、綺麗な字の書き方っていろいろあると思うんですけれども、やはりですね、練習というのは必ず必要になってきます。いかに練習をしたのか、いかに毎日ペンを持っているのか、ここが文字をきれいに書く上で、実質本質的に大切なところにはなってくるんですけれども、とは言いつつもなかなか練習する時間ないしなという方も多いのも事実だと思います。なので今回はそんな方のためにですね、ここだけ意識すればちょっとでも文字がうまく見えるよっていうところ、ここを抜粋しております。今回はですね、10個、皆様にお伝えしていきたいと思いますので、普段字を書くときにそういえば動画でこんなこと言ってたからここ意識してみようみたいな形で活用していただけると非常に嬉しいなと思います。今回もですね、紙とペン用意していただいて、皆さんもですね、一緒に書いていただければいいんじゃないかなと思います。そして今回はですね、いいパターンと悪いパターンそれぞれをしっかりと示しています。綺麗な字、汚い字、ありがちなパターンというところで、説明をしておりますので、ほんの少しのことでこんなにも見た目が変わるんだっていうところを感じていただければ嬉しいなと思います。ちなみにこちらのチャンネルでは美文字に関することや書道に関すること、お役立ち情報を配信しています。まだチャンネル登録してないよっていう方はこの動画を最後まで見ていただいて、よかったな、役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントいただけますと嬉しいです。それでは早速実際の文字を見ながらすぐに使える美文字ポイントを10個一緒にやっていきます。始めていきましょう。はい、それでは解説していきたいと思います。ポイントを10個説明していきます。より具体的なものをということで、今回は漢字を具体的に書き、そしていいパターンと悪いパターンで示していきます。では一番最初、口の形の組み方です。少し内側に入れます。でこちらも内側に入れます。これが基本形となっています。あとはですね、ここ見てください。この出ている箇所、ダメなパターンといいパターンで違いますよね。ダメなパターンは下が出ておりまして、こちらは横が出ているような形になります。口の形を書くときは横を出すということを覚えておきましょう。それからですね、これの覚え方という部分で、縦を出すパターンと横を出すパターンってどうすればいいんですかというところなんですけれども、とっても分かりやすい漢字があります。それは回転の回なんですけれども、回という字、ここまで書きますよね。で中にもう一度同じ字が入るんですけれども、ここで見ていただきたいのが文字の組み方です。ちょっと極端に書いてますけれども、まず外枠の口はあれさっき横を出せって言ったのに縦出てるじゃんっていう形。そして中の口は横が出ているような状態になります。これは何が違うのかというと、口の中に何か塊が入るときは縦を出す、何も入らない口を書くときは横を出す、このような形で覚えておきましょう。これと他の例でいけば、田んぼの田とかもそうですね。田というのは中に十字線が入りますので縦を出す、そのような形になります。いずれにせよですね、形は内に入れるというところを覚えておきましょう。これが非常に大切です。続きまして目という漢字です。似たような形なんですけれども、ここで何を意識していただきたいのかというと、まずはこちらですね、先ほどと同じどこを出すのか意識ポイントしっかりとしていきましょうということ。それからですね、この間の空間です。この空間をしっかりと均等にしていきましょうねというお話になります。よくありがちなのが重心が下がってしまって上の空洞、ここが大きくなってパッと詰まってしまうという方よくいらっしゃいます。こんなことないよと思っている方もですね、自分自身の漢字見てみてください。こうなっているパターン非常に多いです。逆に上が詰まっているパターンも多いですね。なのでここはですね、しっかりと均等に空間を振り分けられるようにしていきましょう。それから均等に空間を振り分けるために必要なことは、おおよそ角度を揃えてあげるということです。この角度にばらつきが出てしまうとバランスが悪くなるだけではなくて空間がちぐはぐしてしまいます。簡単に書きますと、こんなことはないですけれども、こういうことになります。なんか変な空間できちゃうんですよね。こうなってしまうと文字のバランスが良くないという状態になりますので注意していきましょう。それから先ほど口は内側に入れるとお伝えしましたが、こう縦長で四角に組む文字はですね、しっかりと真下に降りるようなイメージで下ろしてあげてください。いずれにせよですね、今丸をした箇所、
ここ転接っていうんですけれども、転接の箇所はですねしっかりと一時停止していただいて降りていく、これを意識してみてください。それから続きまして木ということで、羽の方向を意識しましょうということです。内側に跳ねるのか外向きに元気に跳ねるのか、どちらなのかというお話ですが、結論ですね、内に跳ねるのがいいのか外に跳ねるのがいいのかというところで、内に跳ねましょうねっていうところを書かせていただいています。その理由といたしまして、古典上にはですね実は外に跳ねているものがあったりもします。実用的な字を書くときにやはり流れを意識していただいた方がいいと思うんですね。字画につながるように文字の点画を組んでいくとバランスが取りやすくなりますので、例えばこれでいけばこの次目のここが入りますよね。なのでこういう形で次に行くように持っていきます。こっちに行ってしまうともう方向性が外に逃げてしまうので全く次につながらなくなってしまいます。なのでつながりを意識して内に跳ねるんだっていうところを覚えておいてください。結構ですねこう回っていて外に跳ねてしまう方多いんですけれども、外に跳ねるんじゃなくて内に持っていって自覚につなげる、そういう形を意識してみるといいんじゃないかなと思います。続きまして馬という字です。馬というかですねここを見ていただきたいんですけれども、これに関して言うとぐーっと横に引っ張ってからしっかりと内側にキュッと絞っていくような形で持っていきましょう。下にこうなってしまっている方非常に多いです。この角度がもったいないということですね。この角度にしっかりすることによって、こういうようなイメージの広がりが出来上がります。広がり出すためにはここをしっかり外側に出さないといけないんですけれども、気をつけるポイントとしてはここの部分とこの点4つの打ち方になります。しっかりとですね外側に1画目は広げます。それから反対方向にこう持っていくと。で角度に関しても、イメージ少しずつ開くようなイメージで描いてあげてもいいんじゃないかなと思います。そしてこの間の空間もしっかりと意識していきましょう。こうするだけで、かっこよく見せることができます。空間問題でいくとここもですねこの間もしっかりと意識していくことが非常に大切となっております。はい、次は大という字です。この横そして縦の交わる箇所に関してなんですけれども、こういった字ってたくさんありますよね。たくさんあるんですけれども、この横を通るまではしっかりまっすぐ通る、そこからぐーっと巻き込むように左払ってあげる。そうすることによってバランスが取りやすくなります。最初から斜めに行ってしまうと文字の中心が傾いてしまってうまく見せることができません。こうなっている方非常に多いです。最初からスーッと勢いよく払ってしまうんですね。そうならないようにぐーっと巻き込む、この擬音を使っているので分かりづらいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このグーの例はグーって感じです。そしてシュッて払ってしまうとこういう感じですね。全然違いますよね。しっかりとですね中心取るまではグーッと持っていってここから巻き込むように左に払う、ぐーっと持っていって巻き込むように払う、こういったところをしっかり覚えておきましょう。それから右払いがですね極端に下がりすぎたり極端に上がりすぎたりしないということも非常に大切です。例えばこうなってしまうと上に上がって変な空間ができて不細工ですし、逆に下がりすぎても良くないですよね。おおよそですねこの辺はこんなイメージで組んであげるといいと思います。ちょっとだけ下がるぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな形で組んでみてください。それからこちら辺の組み方になります。辺の組み方ということでこれもよくお伝えさせていただいているんですけど、ここに壁があるように字を書きましょうねっていうお話です。こうなった時にここがはみ出ると作りを書くときにぶつかってしまうので少しスペースを取る必要が出てきます。スペースを取る必要があるということは変なところの空間が空いてしまうというわけです。そうすることによって間抜けな印象になってしまいますので、そうならないようにしていきます。ここをキュッと詰めてあげるためにはここのライン揃えてあげるということが大切です。しっかりと揃えてあげることによって綺麗にすっきりとまとめることができるのでやってみてください。続きまして花という字なんですけれども、ここで見ていただきたいのが草冠になります。草冠、草冠を見ていただきましょうということで、どちらが出ていますかというところをチェックしてください。
いい例の方は頭の方がしっかりと出ていますよね。悪い例の方はむしろ下の方がしっかりと出ていますよね。この違いを感じていただければと思います。しっかりと頭を出すことによってメリハリをつけましょうというところ、それからですね、この下をキュッと絞ることによって次のこの化けるという字を上にしっかり持ってくることができます。これは長すぎるのでこの下からしか持ってこれないですよね。もしくはここから持ってくる形になると思うんですけれども、そうなるとバランスが崩れてしまいます。なので草冠を書くときは頭をしっかり出すということ、そしてここはあまり引っ張りすぎない。さらに言えばですね、この左よりも右の方が少し斜め上になるようにしっかり書いてあげてください。それから続きまして「オン」という字ですね。この文字の組み方もコツがあります。1つ、2つ、3つのパーツになっている時にここの空間を空けるような形で文字を組んであげましょう。これはですね、全部ズンズンズンっていう感じで書いてるので、なんだかこう縦に間延びしたような字に見えます。それからもう一つポイント、ここの斜めを書くためにというところなんですけれども、このお祝いのオンという字だけではなくて、斜めに書きたい時はあえてここを短めにします。そしてここを少し下にもう持ってきておきます。そうしてこうやってあげると綺麗に斜めに持っていくことができます。これが長すぎたりすると、もしくは同じだったりすると角度がつけづらいんですね。角度をつけたい時はこれをあえて下にもう先に下げておくというのをしておきましょう。そして間という字です。間という字です。この門構えも難しいんですよね。やや外に広がるイメージで書く。ここはちょっと練習が必要になってくる箇所なので、今回はここではなくてポイントは中に入れる文字の位置になります。この重心が下がってしまう方非常に多いです。イメージとしてはここの空間少し開けるイメージを作ってあげましょう。これだとぶつかってますよね。そうではなくて少し上にギュッとこの塊を持ち上げてあげる、こういったところをしてみてください。結構ですね、字が苦手な人って下にズンって下がってしまっている方多いです。なのでこの位置を意識しましょう。そしてちょっと余裕が出てきたら今お伝えしたように少し外に開くように字を書く。これができれば非常にいいと思います。一番最後です。一番最後はこちらですね。木という字なんですけれども、これはですね、もう一番最後に超基本というところで打ち込みを作りましょうということです。打ち込みの有無、しっかり見てください。打ち込むことによって少しこなれた感を出すことができます。ただ打ち込みを作るというとよくですね、こうしてしまう人がいます。これはやらないようにしましょうね。一画追加ではありません。イメージとしては書道でいうところの起筆、支筆ですね、しっかり作りましょうというイメージをボールペンでやるだけということです。ここをしっかりと作っていくイメージなので、止まって降りる、ただそれだけです。横行って降りるではありませんので、ここだけは気をつけていきましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は字が汚い人でも使える美文字テクニック10選というテーマでお話をさせていただきました。ほんの少しの違いで文字ってうまく見えるんだな、汚く見えるんだなというところが、分かっていただけたんじゃないかなと思います。それを認識していただくことによってですね、今後文字をきれいにするためにはどうすればいいのかという意識につながってきますし、これからですね、どんどん練習する上でこういったところを意識すればいいんだというところの一つの参考になるんじゃないかなと思います。ぜひですね、これを参考にしていただいて練習につなげていただければ嬉しいなと思っております。それから、最後にお知らせです。私は書道のオンラインスクール、清書オンラインスクールというものを運営しております。こちらではオンラインで書道を学べる、オンラインでボールペン字を学べる、そんなような内容となっております。初月は誰でも無料ということになっておりますので、もしよろしければ1回だけでもですね、体験していただいて、そしてそれが良かったなと思ったらぜひ続けていただければと思っております。詳細はですね、概要欄にリンクを貼っておりますので、よければそちらご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。